こんにちは、メイです。今回は植物のついた屋根、パーゴラ作りです。チャンネル登録とグッドボタンがまだの方はぜひよろしくお願いいたします。パーゴラの完成形はこちら。このスクショを投稿したところ、2日で7万回見ていただいて、作り方もとのリクエストをいただきました。上から見るとこんな感じ。2段構成になっています。下から見るとちょっとパーゴラっぽくないですが、空が見えるのでセーフかなと思っています。草のついた屋根なので草系の建材多めです。まずは草むらが8個、球状の低木14個、青いアジサイ12個、それぞれボボウジのところで許可書を買うやつですね。次は木製支柱4本、開拓者レベル15で開放。次が壁は8枚。載っていないですが床材8枚。最後に木製壁装飾が8方向 ×3 の24個分。これは開拓者レベル19で開放されます。まずは建てたいところに壁を1つ建てます。床材を持ってきて、とりあえず壁のどこにでもいいので取り付け、先にペンキで塗っておきます。前回床材の草はボボウジと言ってしまいましたが、この芝生の床はどんぐり商店で購入するものでした。塗ったら上から2段目の高さに配置。これを伸ばしていきます。2段構成にするので、最初に壁にくっつけたところを一番上へ。1段目は十字の形になるようにいらないところを削除。真ん中も消します。この状態になったら草を並べていきます。次は青いアジサイの草の周りに。1段目はこんな感じになりました。さて次は2段目作り。先ほど残しておいた床を草を覆うように伸ばしていきます。次は真ん中の列だけ削除。球状の低木を並べていきます。草むらを低木の間を縫うようにジグザグに。最後に青いアジサイを4箇所に乗せます。草の屋根部分は完成です。まだ何これって感じなので木の枠をつけていきます。木製支柱を床の四隅へ。柱の位置は四隅であればどこでも OK。4本立てましたがまだ微妙なので最後の仕上げをしていきます。壁を床と平行になる位置まで持っていきます。こんな感じになってたら OK。パーゴラの延長上になるように8箇所に設置。これがパーゴラ作りの最大の制約ですね。固めておいていますが、左右前後どちらかにあれば OK です。次はその他の最後の方にある木製壁装飾を使います。これも最初に色を変えておくことをおすすめします。壁の一番上に貼り付け、パーゴラまで伸ばします。壁にひっついている方を縮めます。なんと間に空白ができてしまっても大丈夫なんですね。パーゴラの端はすべて壁の一番上のラインで揃えます。自由度柔軟性が高すぎるこのゲームって感じです。もしかしたらバグかもしれないのだけ注意ですね。かなりパーゴラっぽくなりましたね。でもよく見ると床が浮いていてちょっと変なので間に柱を足していきます。ここは好みとこだわりですね。色は変えておいて次は壁の上から2番目のラインに配置。床材を配置した位置と同じって感じですね。内側のラインを4つとも全部同じようにやっていきます。この辺りは個人の自由なので別にあってもなくても OK。 これでパーゴラの完成。唯一にしてかなりの制約は壁ですね。パーゴラ周りを見渡してみて壁があればいいのですが、なかったら作るしかない最大の弱点があります。ちなみに壁を外してしまうと飾りまでご一緒にさすがに壁は消せないですね。なのでこんな感じで囲っています。臭いものには蓋をしろ、見せたくないものは隠せという精神ですので隠しちゃうのも一つの手ですね。ちなみにどれだけ開けられるんだろうと実験したところ、遠な距離を伸ばせて開けられるので自由度高すぎてひっくり返りました。1階の部屋の延長上に壁があることを願わんばかりです。パーゴラの下は自由に装飾ができるのでこれもまた自由度高いなと思っています。ぬいぐるみが手に入ったのでクマのティーパーティーを作っていきます。ということで完成。結構日陰になりがちなのでそばにランプとか置いてあげるといいと思います。シーズンイベントのオーロラディナーが可愛いですね。前回も使用したこの家の入り口にカフェを作っていきます。テイクアウトできるカフェにしたいのでまずは壁の除去。低い壁にペンキをして下の部分へ。
ラックをつけます。上にも低い壁をつけて開口部の完成。パーゴラを作るのでベランダを消します。さっきと同じ手順でパーゴラを作っていきます。床幅が4マスと偶数なので結構難しい。めっちゃカットしていますが、床材の配置だけでかなり悩みました。今回は空が見えないので植物の屋根って感じですね。もさもさしているとかなり可愛いのでたっぷり植え付けていきます。新鮮な空気が屋根から降りてきそうな雰囲気になりました。柱の取り付け。壁があるのでこちら側はセーフ。ですが困ったことに前側の横の柱を取り付ける壁がない。泣く泣く新しい壁を設置。新しい壁を作ったところは後でちゃんと作り込みます。パーゴラができたので飾り付け。黒板とレジがあるとカフェらしくなりますね。内側の飾り付け。簡易的なキッチンを作ってカフェっぽくしていきます。キャビネットでカウンター席の作成。キッチン内の床は色を変えておきます。ドアの位置を少し左側へ。カウンターチェアを置いていきます。ぎゅうぎゅうにせず間を空けた方がお店っぽくなります。右はコーヒーを作るカウンターにします。このレンジフードかなりお気に入りです。湯せぎ系やマリン系は手軽に作れるので内装作りの味方ですね。コーヒー系の家具を置いていきます。スキンケアグッズですがそれっぽく見えるので OK。シーズンのパンケーキなどを置いていきます。正面から見た時の壁が寂しいのでしっかりと飾り付けていきます。内装を飾るときは目立つポイント作りが大切ですね。特に今回は家に開口部があるので外から見た時に目を引く場所作りをしています。ということでおうちカフェの完成。遠くから見た時も奥の壁が目立っていい感じ。パンケーキのテイクアウトは現実的には厳しそうですが見た目が可愛いので全てよし。ちなみにレジはボボウジのところで常時買えます。カウンター席もいい感じになりました。このアングル結構好きですね。では残された壁どうする問題。結局作ることにしたのは駐輪場です。駐輪場以外にもミニマルな離れとかそういうのでもいいかもしれませんね。実は屋根を乗せるのはとても苦手です。研究していきたいなと思っています。錆び落としやオイルなどをイメージした家具たち、バスルーム用品ですね。ということで完成。こんな感じになりました。実際はここに自転車やスクーターなどが並ぶ予定です。パーゴラの作り方やカフェ作り編はいかがだったでしょうか。チャンネル登録とグッドボタンがまだの方はぜひお願いいたします。SNS もやっていますのでお気軽にフォローしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。